こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は地域企業経営人材確保支援事業給付金についてご紹介をしていきたいと思います。こちらはですね、都心部、首都圏の大企業の人材を地方へ呼び込むための、給付事業という形になっております。最大500万円の給付金が受け取れるというものです。最近はですね、人手不足という状況がより一層深刻になってきている。どこの業種においても人手不足という状況。さらにですね、地方においてはより一層人手不足というのが深刻な課題として挙げられているという状況ではありますけれど、地方へですね、大企業の人材を呼び込むためのこの給付事業についてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは近年の人手不足の状況について見ていきたいと思います。最近の人手不足はバブル経済の時の人手不足をもう超える状況ではありますけれど、その人手不足の内容について構造的な内容が変わってきているという状況ではあります。そして新型コロナウイルス感染症の前後ではありますけれど、コロナが収束し始めて、より一層ですね、人手不足の状況というのが加速をしている。地方によってはより深刻な状況になっている。また最低賃金はどんどん上がっていく。そして円安等での仕入れ価格が高騰していって、なかなか苦しい状況は続いているという状況で、やはり業務の効率化といったところも一つの課題ではないでしょうか。そして人手不足の状況でどんどん人が欲しいと言ってもなかなか集まらないという状況の一方で、大企業においては早期退職、希望退職というのが今非常に増えている状況ではあります。人は欲しい一方で企業の人材を減らしていくといった流れがありますので、こういった早期退職、希望退職の増加を受けて地方への人材の呼び込みに使っていただければというふうに思っております。今回ご紹介をする、そして地域企業経営人材確保支援事業給付金とはどういったものなのかについて見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは近年の人手不足状況について見ていきたいと思います。2020年新型コロナウイルス感染症が流行をして収束するまではですね、正社員、非正社員の人手不足状況というのは一時期低下はしたんですけれど、2024年においてはですね、正社員が足りないと思っている会社は全体の 51%、非正社員が足りないと思っている会社は 30.1% という状況になっております。そして、2023年度において人手不足に起因する倒産件数というのが313件あって過去最多になった。2024年においてはさらにこれを上回るというふうに予測されているという状況で、やはりもう今後人員の確保というのは事業の継続の可否を決める重要な要因の一つであるという状況になっております。そして正社員に関してはもうずっと 50% 台を維持している状況ではありまして、高止まりの状態、そして特に情報サービスにおいては 71.7% の会社が足りないというふうに答えている。当初はですね、飲食ですとか宿泊も正社員が足りないという状況だったんですけれど、ここ数年、2023年あたりからですね、正社員をもう諦めたという状況で、非正規の雇用に切り替えて、人手不足を賄っていくという状況になっているので、飲食店、だとか宿泊の正社員の不足状況というのが少し下がっているという状況ではあります。こういったどこの会社も人手不足という状況の中でですね、早期退職ですとか希望退職の募集が今増えているという状況になっています。2024年1月から2月にかけて早期、そして希望退職を募集した上場企業というのは前年比で増えているという状況になっております。そしてこちらはですね、2021年以来3年ぶりに1万人を超える可能性もあるという状況で、2021年は新型コロナウイルス感染症が流行して事業の先行きが見通せないという状況の中だったので、早期退職、希望退職というのが増えたというのも理由はわかるんですけれど、それを超える状況になってきているという状況で、コロナが落ち着いた後の事業の再編ですね、
構造改革が本格化をしているという状況が伺えるという形になっております。そしてこの希望退職、早期退職の希望が多いのが、業種別で見てみると、情報通信であったり、電気機器であったり、食料品の事業を行っている会社が多いという状況になっております。こういった中で人は足りないけれど、既存の人員は構造改革の中で人減らしになっているという状況になっている。ここを受けまして、地域企業経営人材確保支援事業給付金というのを活用してもらえればというふうに思っております。こちらの事業はですね、レビキャリと言われるものがあるんですけれど、こちらを通して経営人材を地域で確保していただくというものになっております。そして最大ですね、雇用の形態等によるんですけれど、500万円の給付が受けられますので、この500万円の給付をですね、処遇の改善ですとか、人事制度や福利厚生の充実などに使ってもらえればと思います。ではこのレビキャリなんですけれど、レビキャリ聞いたことがない方も多いかもしれません。こちらはですね、2021年に金融庁が立ち上げた地域企業経営人材マッチング促進事業の一つとして整備で立ち上げられたものになってきております。大企業のビジネスパーソン、大企業のサラリーマンの方と地域ですね、地方の中堅・中小企業をつなぐ人材のプラットフォームとして作られたもので、政府系機関である地域経済活性化支援機構レビックといったところが運用をしております。そしてこの仲介にはですね、全国の地域の金融機関が仲介役として入っているという状況になっております。そして2023年9月末現在ですけれど、登録人材なんですが、大企業の人材は1935人、地域の求人は1620人という形になっておりまして、大企業の登録人材の方が求人を上回っているという状況になっている。なかなかあまり見られないケースではないかなと。地域性はあるのかもしれませんけれど、今がですね、地域の人材、地域の方が大企業の人材を獲得するにはちょうどいい機会ではないかなというふうに思っております。そしてですね、こちらのレビキャリにおける大企業の人材登録目標というのは、現状1935人ですけれど、1万人を目指しているという状況になっております。では、この地域企業経営人材確保支援事業給付金の給付金いくらもらえるのかという形になりますけれど、地域の企業に入って雇用するだけではなくてですね、いわゆる出向ですとか兼業副業というのも認められているという形になりまして、大きく類型としては3つになってきます。転籍というのがもちろん一番大きいかと思いますが、その他にですね、兼業ですとか副業というのも認められておりまして、兼業副業においては雇用型と請負型という形で分かれております。また、退職しなくても在籍出向という形で地域企業に行くといった場合の在籍出向型というのを認められておりまして、完全に大企業を退職して転籍をした場合には、年収要件というのが、定められておりまして、年収500万円以上を必要という形になっております。年収500万円以上必要ですので、こちらですね、給付金が上限500万円出ますので、ちょうど1年間分は賄えるのかなというふうに思っております。そしてこの、給付事業ですけれど、申請期間というのはですね、2025年の2月14日までという形になっておりまして、地域で採用できる人材というのは最大10人までという形になっております。ただしですね、同一の企業からの転籍等に関しては人数制限がありますので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、給付金を受け取った後ですね、定期的に地域の金融機関を通じての実績報告が必要となりますので注意が必要です。そして、
今回の助成金以外でですけれど、地方での人材確保として最近動きとしてあるのが、外国人材ですね。特に高度外国人材を地方で採用していくというケースが非常に多いという形で、地方ではですね、その専門職等に関して家族を含めた生活支援などの処遇改善を行って積極的に呼び込みをしている。したがって最近ですね、地方における高度人材の在留資格取得というのが多いという状況になっておりますので、専門職が欲しいという方はですね、ぜひ高度外国人材の方も検討してもらえればと思います。給付金を活用して大企業での技術や経験を有する人材を確保してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。